こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。なんと今回お客様、2ヶ月ぶりにご来店してくださいました。なんだって？元のネイルからこんなに根元が伸びました。ちょっとね、人差し指だけ少し浮いてましたね。それでは早速オフからしていきます。まずはお客様に長さを確認して短くしていきます。伸びた分短くするとのことだったので、今回は結構削っていきます。前回表面にデコボコするデザインを作っていますが、こちらのデコボコすべてジェルで作っているので、マシンで削るととっても簡単に削れるので、デコボコしていても気にせずいつも通り先端を短くしていきます。それでは表面も削っていきます。表面を削るときもデコボコ部分はジェルで作っているので、とっても簡単に素早く削れていきます。今回オフするときにすっかり忘れちゃったんですよ。まずは2ヶ月ぶりにご来店いただいたので、もうね、てっきりジェルネイル取れてると私思っていたので、すごい残ってる、写真撮っていいですかっていうところで、まずはね、結構はしゃいでしまいまして、そのまま削り出したら、ダストがね、もう舞って、なんか、昔は私集塵器使ってなかったんですけど、今は集塵器使っているので、もう目にダストが舞ってきて、なんかシパシパしてきてしまって、ちょっとね、涙が出てくるというか乾燥してしまって、なんだろうって最初思ってたんですけど、そうだ、集塵器だと思って気づいて集塵器を置きました。集塵器を置いたらね、目パサパサしたり、ちょっとシパシパしてしまう感じ、乾燥した感じ、ちゃんとなくなったので、集塵器大事だなと思いました。表面も削り終わったらダストを払ってから、ジェル溶液でジェルを溶かしていきます。もう片手も同じように削ってからジェル溶液で巻いて元の手に戻ってきます。そろそろいい感じに溶けてきているはずなのでオフしていきます。アルミを外したら溶けているジェルの部分を落としていきます。この時無理はしないように、もし溶けていない部分がまだ残っていたらもう一度溶かしていきます。今回は結構かなりいい感じに溶けていましたね。そしてこちら、根元部分少し浮いてるだろうなと思っていた人差し指、やっぱり浮いてましたね。かなりパカッと綺麗に外れました。それでは爪の形を整えていきます。今回お客様は丸めのオーバルの形をリクエストくださったので、アクリルニッパーで角を取ってからファイルで削っていきます。
ジェルが根元の方浮いているとこれ良くなっていたりすることあるんですけれども、根元周りのジェルがパカパカして先端がくっついているので、浮いているところと浮いていないところの境目の地詰めの部分がちょっと持っていかれるような感じで、剥がれかけている2枚爪のような感じになっていることがね、よくあります。浮いている時は。なのでそこの部分は残しておくと中浮きの原因となってしまうので、しっかりと剥がれている部分は絶対に取っておきます。あとここストレスポイント際のところひびが入っていたので、ジェルネイルを塗る前に補強をしていきます。補強は次回の動画となります。それではここから甘皮を押し上げていきます。まずはマシーンにグリーンポイントというビットをつけて甘皮を押し上げていきます。スポンジファイルを使って爪の表面をスムーズにしていきます。キューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。今回の動画はこの甘皮の処理のところまでです。次回の動画で補強をします。で、補強とジェルネイルの動画分けるか一緒にするかはちょっとまだ今悩み中ですが、次回に続きます。楽しみ。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうございました。いつもコメントも楽しく読ませていただいています。ライブの時はコメントを結構返事しているので、結構気になるご質問などありましたら、ぜひライブの時にもね、聞いてみてもらえると嬉しいです。それでは、ぜひまた見に来てくださいね。またね。